三部品のパパです。フレンチブルドッグを飼い始めて18年目、アラカン59歳です。今回はフレブルと一緒に暮らしている中で、僕がどうしても彼らにこれだけは勘弁してほしいなと常々思っていることをお話しします。とはいえ、いくら言ったところでやめてくれるはずはないんですけどね。これは夜一緒にベッドで添い寝する時の話になります。フレブルと一緒に寝るのは幸せのはずなんですが、僕は毎晩金縛りに遭っています。どうぞ最後までご覧ください。フレブルの飼い主さんで愛犬と一緒に同じベッドで寝ている人はどのくらいいらっしゃいますでしょうか。そういうのがダメだっていう人もいらっしゃいますよね。僕は子供の頃よく猫と一緒に寝ていましたし、フランダースの犬を見て育ってきた世代ですんで、愛犬を飼ったらね、寄り添って一緒に寝たいなと思っていましたし、ずっと今まで一緒に寝てきました。だけど一緒に寝るのはいいんですけど、決していいことばかりじゃないんです。まずはこちらをご覧ください。これはフレブルと寝ている人なら絶対わかるやつです。これは夜中に起きて僕が撮影した映像ですが、毎晩こんな感じでベッドの上に乗って熟睡しています。これだけ見ていれば微笑ましく思えますが、ベッドの半分を占領されているからとても窮屈で、上に乗られるとまるで石のように重いんでね、布団を引っ張ることもできないんで、肩が出てしまいます。それで寒いんです。何回夜中に目が覚めるかわかんないですね。特に冬場ですけど。あとこちらの画像ですが、僕の足を挟んで両側に寝られてしまうと身動きが取れなくて寝返りも打てなくなります。この時は金縛りにあって夢を見て起きました。夏の夜はね、みんな床に転がって寝ますんで、寒くなってくるとこうなってくるっていう感じですね。で、1匹の時もありますが、それでも12キロは出すし、2匹だと24キロ。これがね、ずっと朝まで続くんです。どかせばいいじゃないと言われるかもしれませんけど、それかわいそうだし、やっぱり可愛いから僕がね、端っこに避けて寝てます。またね、これはね、うちの妻のベッドでも同じことがね起きてます。でね、彼女はよくね、朝になるとね、体が痛いって言って起きてきますね。変な格好でね、寝ることになりますんで。それでこんな状況はね、茨城に引っ越してきて、この子たちがね登りやすい低床ベッドにして、だいたい16年間ずっとこんな感じで寝てます。ただランマルだけはね、フリーだと落ち着いてね寝ないんで、僕の部屋に置いてあるケージで寝てます。だからね、さすがにね3匹が一緒にベッドの上に乗ってっていうことがねないんで、ほんとそれだけがね救いですね。一緒に寝ることについては、これ以外に実はもう一つあります。これもね、冬場になると頻繁に起きることなんですけど、布団の中に入れてって枕元にやってくるんですが、僕がね反対側をね頭にして寝てると、後頭部をね前足でねちょいちょいってするんです。で、最初のうちはね当たりが緩いんですけど、僕がねなかなか起きないと結構強めにねパンチしてくるっていうのがあります。で、なんでそれがわかるかっていうと、一度気がついたことがあってね、わざとたぬき寝入りしてみたらそうやってました。
それで起きて布団の中にこう入れてあげるんですけど、なんかねこう熟睡している時にこれをねやられると少しイラッとするんですよ。可愛い行為であるのはね分かってんですけど、だけど人間ってやっぱり気持ちよく寝ているのを起こされると機嫌が悪くなるじゃないですか。そういうのですね。このねちょいちょいをねやるのもね決まってこのボンなんですけど、最初のこのねお嬢にもねよくやられました。性格的にもねこの子とお嬢はねなんかよく似てましたね。さて今回はフレブルと一緒に寝るとこうなるよということで僕の体験談をお話しさせていただきました。でもこれと同じような体験をしているフレブル飼い主さんっていっぱいいると思いますんで、あるあるになるんじゃないかと思いますが、いかがでしょう。実はねこの他にもフレブルと一緒に寝る時の最大のね試練があるんです。これについては次回お話ししようと思います。これはね本当にねきついですね。皆さんもフレブルと一緒に寝ていて起こったエピソードや、うちの子はこんなことやりますっていうお話があれば、ぜひコメント欄で聞かせてください。またこのチャンネルを少しでも面白いと感じていただけましたら、チャンネル登録やいいねをしていただけますととても励みになります。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。